にちは。今回は筋肉マンパーフェクトオリジン編第5話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。原作以上に超速で終わったな。カーメン戦見逃したんだけどもうカーメン戦士したのか。アリに金かかってそうだし、もうちょっと粘ると思ったんだかな。カーメンいざこっぷりだった。カーメンの声優が不憫だぜ。そりゃ弱い超人と漏らすよ。カセットはもう時代じゃないから負けた。ステカセも一つ盛り上がりあるかと思ったがあっさり負けてしまったのね。カーメンは戦う相手を間違えた戦術ミスか。でも神のお告げで対戦相手選んだことが後にわかるんだよな。悪魔なのに神のお告げが聞こえるのか。カーメンもう出番終了か。谷山さんのインタビュー動画の方が時間長いんじゃないか。今までゆっくりすぎるぐらい丁寧にやってたのに、急にハイペースで消化しだしたな。カーメンは相性最悪だったから仕方ない。よりによってミイラパッケージが通用しないんだから、そりゃあっさり負けるよ。原作で分かりにくかった2度目の脱出が失敗した理由がちょっとだけ分かりやすくなったな。ダメージを追いすぎたってのと、ケリが思いっきり頭にが立ってる。機械超人に汚いミイラパッケージってとんでもない欠陥技じゃないか。機械超人なんて山ほどいるんだけど、潤滑油とか吸えばよいんじゃね。カーメンは相手が生身だったらやっぱり勝ってたよなって思った。マシンパッケージを開発できなかったのが敗因。イノベーション不足。カーメンのミイラパッケージは強いな。モンゴルマンには簡単に脱出されたけど、巨大ストロー連続でぶっ刺しとけば数より効率良さそうだ。ミイラパッケージは小学生の頃のわしでも真似できる技だったから好きだった。カーメンは体バラバラにしたまま関節技をかけるとかすれば結構キャラ立ったと思うの。ザ忍者かな。カーメンの最後のしくじったってセリフって原作にもあったっけ。あれのせいで余計に雑魚感増してるんだが。ないよ。無言で死亡したのが原作。カーメンが前回の戦いの教訓を生かしていると言われてたけど、何の話だ。頸動脈に噛みついたからブロッケンの時みたいに力ずくで外すとまずいってのが漫画ではあったのよ。カーメンがジェロニモをフォローするの良いし、ジェロニモがカーメンがやられて怒るの良いよな。ジェロニモへの謎のリスペクトは何なんだ。お前ら面識すらなかったんじゃ。だって悪魔騎士の狩猟を倒した男だし。クラッシュマンは今後も出番あるんだから、アイキャッチの超人紹介はカーメンにするべきだった。なんで今回のエンドカードカーメンじゃないんだよ。ステカセブラックホールときたからもうカーメンがエンドカードになることないじゃないか。あまりにあんまりだ。でもカーメンごときにあまり弱使わなくてグッジョブ。ステカセ倒された時は泣きそうになったわ。最後の言葉もパーフェクト超人の本質をついてるんだなってなんとなくわかるのもマジでよかった。あとカーメンは単なる雑魚にしか見えなかった。ステカセキング250万、タイターボメン4000万だしな。テリーマン95万タイマックスラジアル4800万の試合のことは忘れろ。まあターボのローキックでステカセを打ち上げるのが普通に蹴り上げるのに改変されたのは良かったが、悪魔をなめるなをセリフだけにしたのは惜しかったかな。ウォーズの剣はディープオブマッスルのステカ世界が漫画化するまで理解しにくいとこあったしな。カナディ、チェ、ステカセめ。どうせ死ぬなら俺の強さを披露してから死にゃよかったんだ。無理なことを。ターボメンの能力って受けたダメージをパワーに変換して相手に返すってのは分かったけど、そもそも食らったダメージも無効化してんのか。だとするとただのチートやん。マンモスマンのビッグタスクで受けた傷跡は残ってたけど、あれだけの大技受けまくってたにしてはピンピンしてるしな。そういう能力を持ってるだけあってかなりタフなんだよ。しかしカセットテープとは時代を感じるな。時代設定的には東京ドームがオープンした1988年で MD すら誕生前だし、ヘッドフォンステレオの媒体はカセットテープがまだまだ主流だった頃だから。ステカセキングの功績は
あのウォーズマンを地獄のシンフォニーで瞬殺したことだ。バッファローマンとスプリングマンが仲間の試合後に手を前に出してるあのポーズ何？レロイックサインで検索。宮田普通にうめえじゃねえか。宮田はいいんだけど、どうも若手超人っぽく聞こえてしまう。郡大輔の後だとすっげ若く感じるんだよな、宮田のブラックホール。けどゴーリボイスのブラックホールは、美人編のブラックホールには主に言動的な意味で合わない気がする。宮田気優でよかった。ちょい声若い気もするが、あれはあれでかっこいいな。まあテリーマンも田中秀幸から小野大輔になって若く聞こえるし、そうなるとなんで優だけ前任者の真似のような感じなんだとは思う。バミューダトライアングルって昔はめっちゃワクワクするワードだったよな。ブラックホール声悪くないな、全然普通に聞ける。スグルがピークに何十分もストンピングされ続けるのは原作通りなのね。筋肉マンは一つの試合が終わるまでは、他の同時進行試合は謎に展開動かないからな。悪い。同時進行の試合が進まないのはお約束ではあるんだけど、武道はいつまで抱き合っているの。武道あれフォール負けだよな。武道がすでにマウンテンにフォールで3カウントされている説は好き。ステカセキング VS ターボメン決着。マジで頑張ったよステカセキング、お疲れ様。ミスターカーメンも相手が悪かっただけでいい戦いだった。来週はブラックホール VS ダルメシマンとの試合。ブラックホールの実力、そして声優であるキスマイ宮田くんの演技が楽しめそうだ。自害なんて敗北から逃げているだけ。というステカセの追加セリフ、すっごくいい。悪魔超人とパーフェクト超人の歩む道が根本から違うことを初戦できっちり示している。悪魔超人サイドが連敗と厳しい展開。改めてミスターカーメン不遇だよな。因縁あるラーメンマンもブロッケンも不在で、ジェロニモは面識ないし、ステカセ見たく見なからいじられるキャラでもないしな。改めて見ると、ミスターカーメンのクラッシュマンに対する身体構造と技の構造という2つ要素の読み違いが致命的すぎたのが本当によくわかるんだよな。一応勝てると選んだのはカーメン自身だけど、実際はターボメンほどじゃないけど、クラッシュマンはかなり相性悪かったんだよな。7人の悪魔超人で最も地味なミスターカーメン。作者にも忘れられてた。笑い。しかもクラッシュマンは彼の天敵だった。恵まれないな。悪魔超人2連敗。だが悪魔は劣勢でこそ輝く。ステカセキング、コピー能力者らしい負け方をしたな。でもメンタルは最後までイケメンで好き。ミスターカーメン、古代エジプトの秘術でゴリ押ししてくるの。作劇の腕力がありすぎて笑ってしまう。気の弱い客を気遣ってくれるクラッシュマン優しい。紹介 PV みなかっこよくていいな。さらばステカセキングに届けました。ミスターカーメン VS クラッシュマンの実況が秀逸。古代文学を現代文明が打ち破る。おいおい熱い盛り上げ方するじゃん。でもクラッシュマンがその後に渡らせてやるサンズの皮をって言ってて、全然現代文明じゃないのが面白かったです。ミスターカーメンとブラックホールの紹介がプロレスしていてめちゃくちゃいいです。アニメスタッフが筋肉マン好きのツボが分かってるようで、最高に心地よい。冷静に考えてダルメシアンモチーフのただの犬野郎が、ブラックホールのごとき吸引力と4次元殺法を要する DH に勝てるわけねえだろうが。ってなってる。真面目に4次元殺法に対抗できるギミックなさそうじゃない。あるんだなこれが。圧倒的な超人強度の差があるにもかかわらず、ステカセ、意外と250万パワー、カーメン、130万パワー、共に新たな技まで披露して楽しませてくれた。2人と違い不遇キャラ枠には入ってなさそうなブラックホールには頑張ってほしい。悪魔超人の反撃に期待。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、
ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。